ここは居酒屋のぶ。ごく普通の居酒屋なんですが、不思議なことが一つ。実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんです。今日も疲れたな。まさか中隊長のしごきが張り切ってたんじゃなく、あれが普通だったとは。おいハンス、見ろよ。ノブの前に馬車？貴族だ。こんなバス停の通りに？珍しいな。あ、ノブに入ってく。貴族まで通ってくるとは。居酒屋ノブ、そこが知れない店だ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。どうぞ、おしぼりです。おしぼり？はい、お食事の前にこちらで手を拭ってください。ハンケチのようなものかな。ありがとう。おお、暖かい。冬の寒空の下を来た者にはありがたい計らいだ。噂通りの丁寧な接客だ。異国の文字だろうか。このたくさんのメニューからも料理人の高い技術を伺わせる。良い雰囲気の店だ。それゆえに。ご注文は何にいたしましょう？臭くなくて、辛くなくて、酸っぱくなくて、苦くなくて、硬くなくて、パンでも芋でもおかゆでも卵でもシチューでもない、美味しいものをいただけるかしら？申し訳ない異国の人よ。このヒルデガルドの難題を押し付けてしまって。どうだろう、できるだろうか。臭くなくて辛くなくて酸っぱくなくて苦くなくて硬くなくてパンでも芋でもおかゆでも卵でもシチューでもない美味しいものですね。わかりました。少々お待ちください。余裕、予想外の反応だ。このアイテーリアでは冬は物流が止まってしまう。名店と呼ばれる店を訪ねてもヒルデガルドが満足するものにありつくことはできなかった。それがどうだ、ここの料理人は顔色一つ変えない。一体何を出すつもりなのだろう。ヨハンおじさま、これで最後ですからね。ここで満足いくものが食べられなければもう二度とおじさまとは口を聞きませんから。分かっているよ。だが味の好みというものもある。もしかしたら異国の味が。おじさま、なんだい？私の好きなものを食べさせてくれると約束したのは誰ですか？それは。私は嘘をつく大人が嫌いです。少しわがままに育てすぎたか。早くに亡くなった兄夫婦の子を引き取り、子爵家の継承者としてふさわしい人間になるよう育ててはきたが、少し甘やかしてしまったのも事実。腰入れが決まってからというもの、わがままはひどくなる一方だ。不安なのかもしれないな。何しろ結婚相手と会ったことすらないのだから。お客様、こちら失礼しますね。これは。火がつきますからね。危ないですよ。おお、なるほど。持ち運びできる小型の炉か。これは便利だな。ヒルデガルドは湯が沸くのを見るのは初めてだろう？ええ、初めて。客の前で料理をして出来たてを食べさせようというのか。これは心にくい。進化に毒味をさせている間に料理は冷めてしまうもの。温かな料理など私は何年も口にしていない。これは楽しみだと言いたいところだが、何やら緑色の川のようなものが沈んでいるだけだが、これが臭くなくて辛くなくて酸っぱくなくて苦くなくて硬くない美味しいものなのだろうか。お豆腐入れますね。なんだこの白く四角い塊は。味が全く想像できない。お野菜も入れていきますね。冬に出回ることのないキノコや葉野菜、一体どこから。いや、そんなことはどうでもいい。
空腹感を思い出させるこの香り。早く食べたい。楽しみだね、ヒルデガルド。別に。大将、そろそろです。あ、こっちも準備できてるよ。ん？おお。どうぞ、あんかけ湯豆腐です。熱いので気をつけて召し上がってくださいね。あんかけ湯豆腐。ん？では私も。ふうふう。温かい。そしてほろりと崩れる柔らかな食感のなんと優しいことか。噛むだとか舌の上で転がすだとか、そういうややこしいことは何もいらない。ただ温かさと優しい味わいだけが喉を通って体に熱を与える。これは冬の寒さを味方につけたうまさだ。淡白な味わいだが、それが冷え切った体をほっとさせる。体を中から温めてくれる。おいしい。おお。臭くなくて辛くなくて酸っぱくなくて苦くなくて硬くなくて、パンでも芋でもおかゆでも卵でもシチューでもなくておいしい。満足してくれたようでよかったよ。言い過ぎたわ。まあまあです。この程度ではまだ満足したとは言えないわ。姉さんと同じ。まだ子供だと思っていたが、この子もずいぶん大きくなったものだ。まあまあね。珍しいこともあるものだ。ヒルデガルドが残さず食べるなんて。おじさま、ん？一つ不満があるのだけれど。なんだい？少し量が足りないわ。ヒルデガルドがおかわりなんてよほど気に入ったんだね。まあまあよ、まあまあ。そういうわけだから、もう一度同じものを作ってくれないかね。すみません、あんかけ湯豆腐はこれで終わりです。こちらは最初の一品です。ここからいろいろ出てきますので。おでんの準備できたよ。知らなかったわ。世の中にはこんなに美味しいものがあるのね。よかった。どうやら約束は守れたようだね。ええ。でも残念。ん？これでもうおじさまを困らせることができなくなっちゃった。ヒルデガルド。おじさま、お。私のことはもう心配いりませんから。これからは自分の体を気遣ってくださいね。ああ、なんということだ。踏ん切りがついていないのは私の方ではないか。ありがとうございました。
2月後、ヒルデガルドは嫁に行く。それまではせめて毎週この店に連れてきてやろう。次はノブプラス。あっさり湯豆腐もいいけど、もっとしっかり食べたいって時にはこのレシピがぴったり最高よ。木島隆太がノブに登場したメニューをオリジナルの創作ノブ料理にアレンジ。よかったっすね今回もね。ヒルデガルドちゃんかわいい。もうヒルデガルトさんにね、むしろ俺が料理作ってあげたい。でもさ、まず私に先に作ってくれない？返事ないけど。いや嫌です。え？俺ヒルデガルトさんに作りたいです。今日はねもうちょっとお酒に寄せたがっつり感のある湯豆腐っていうのを作ってみようかなと思ってますよ。お酒に寄せたってことは私向き？まあでも思ってるのはヒルデガルトさんですよね。なんだよ。まあ材料は豆乳とか練りごまを使ってコクが出そうよ。番組の中でも使ってましたけど、このだし昆布、最初に鍋の中にだし昆布を入れてお水を入れてふやかしてから火にかけるっていうのがまず1個目のポイントです。水菜も1/2パックなんですが、まあ、好みの量でいいと思います。すぐ火が通るので食べながらちょこちょこ足して入れていくような感じでいいと思います、そうすると食感も楽しめる。この豆腐をもうこの鍋の中に切ったら直接入れてっちゃいます。4等分か6等分が食べやすいと思うんですけれども、いいじゃないその手つき。この豆乳で煮てっちゃう、なので湯豆腐なんだけど豆乳の味がしっかりしてるから割と旨味が強いというかパンチがあるというかで、この豆乳なんですけどもこの時点でもう入れちゃいます。今日作るタレはですね、担々ごまだれ。練りごまとお味噌の取り合わせは絶妙、最高よ。しゃぶしゃぶのタレにしてもいいかもね。大人の私はラー油と粉山椒どちらも多めが大好き。覚えといてね、どちらも多めよ。よろしく。混ぜながら思い出してしまったんですが、ヒルデガルトさんは辛いのも苦手なんですよね。あ、そうよ、りゅうちゃん。やべえ、やっちゃった。大丈夫、私好きだから。なのでラー油と山椒の量はもう本当皆さんお好みで、この表面のタンパク質が固まっていく、これを湯葉って言います。まずこの湯豆腐を食べる前に、さっき作ったタレで湯葉だけ先にちょっと食べたり、いいじゃない。なんならわさび醤油で湯葉だけ食べちゃうとかね、こうお酒進みますよね。豆腐が温まってきたので、もう最後にこの水菜を入れてさっと煮ればもう完成です。あらあら、早い。水菜はねすぐ火が入っちゃうので、さっと煮えたらもう煮えたものをすぐ食べてもらう。やっぱこう湯豆腐とか鍋料理って作りながら食べて、飲んで食べて飲んで作ってみたいなのがやっぱり楽しいと思うので、普通のお出汁で作る湯豆腐ももちろん美味しいんですけれども、こういうね豆乳を混ぜるだけで豆腐もふんわり柔らかくなるし、体もより温まる、コクもあるので、ぜひ皆さんお家で作ってみてください。はい、それでは水菜を入れながらまずはお豆腐をこれほんと食べ応えあるわ。すごく簡単で美味しいアレンジレシピ、みんなも作ってみてね。晩酌のおつまみにも最高。行こう今日もっと楽しまないと、明日はまだ少し先でしょ。何も言わなくても笑顔の君がいつも迎えてくれる。片付かなかったことも先が見えなくてくすぶっても、プラスにそっと別の自分と酸いも甘いも一緒に流し込んで飲み干せば、また知らない味わいに変わる。ロジロジ心がロジロジ舞い上がる。新しいパッションがこんな近くにある。ロジロジハッピーが交差する。時間も世界も飛び越えてく新橋からまたへとほどけるみたい。目の前がキラキラに輝くよ。次回の異世界居酒屋古都アイテーリアの居酒屋ノブはこちらになります。美味しい物語をどうぞご賞味ください。